第二次世界大戦が始まった時、ヒトラーは我々は西のポーランドと戦う、東のイギリス・フランスとの戦いは避けるべきだと考えていました。あくまでもポーランドに侵攻するだけのつもりだったのです。しかし予想に反してイギリス・フランスがドイツに宣戦布告したため、ヒトラーは焦ります。こうしてイギリス・フランスと争うつもりはない、和平を結ぼうと提案しましたが、全く相手にされないのを見ると考えを変えて、フランスとは戦おう、そしてイギリスとは講和しようと方針を変更しました。こうしてヒトラーは西部への攻撃を開始すると決意したのです。そんなドイツの西側ではフランスがドイツの侵攻を想定して準備をしていました。フランスのドイツに対する戦略は、攻めてきたら国境で食い止めるという守りの作戦だったので、フランスはドイツとの国境に沿って300キロ以上にわたる長くて大きな防御陣地を作っています。マジノ線です。アンドレ・マジノという陸軍大臣によって作られたこの要塞は、内部に道路や鉄道が通っているほど大規模なもので、数キロおきに大砲を備えた要塞があり、普段から100万を超す陸軍部隊が配置されていました。当然ドイツからするとここを突破することは難しいです。そのような状態だったので、イギリス・フランス連合軍は、ドイツはマジノ線を避けるだろう、その北側から攻めてくるだろうと予想していました。ところがマジノ線の北側にもアルデンヌの森という森林地帯があります。この森は道が狭い上に曲がりくねり、ところどころに沼地があるといった環境です。ドイツの戦車部隊はこの森を通れない、そう考えた連合軍は、ドイツはアルデンヌの森の北側から攻めてくるだろうと考えて、そこに軍勢を派遣してドイツ軍を待ち構えようとしました。しかしアルデンヌの森の北側は中立を宣言しているベルギーやオランダの領土です。これらの国はドイツが侵攻してくるきっかけを作りたくないと考えていました。もしも連合軍を自分の国に入れてしまうと、ドイツからベルギーとオランダは連合国に味方していると文句を言われ、それをきっかけに侵略される可能性があります。ということでベルギーとオランダは、我々は中立を維持する、軍を入れることは許可しない、もしもドイツが国境を越えてきたらイギリス・フランスも越えていいと宣言しました。こうして連合軍の作戦は、ベルギーの手前で待機して、ドイツが国境を越えたらベルギーに進軍し、ドイツ軍を食い止めるという作戦になります。もちろんベルギー軍やオランダ軍も戦闘に参加しており、200万を優に超える大軍が2500両の戦車、3000機の飛行機とともにドイツの侵攻を阻むために待ち構えていたのです。では対するドイツ軍の計画はどのような計画だったのかというと、連合軍の予想通りでした。アルデンヌの森の北側を通って連合軍と正面から激突し、そこからフランスへなだれ込もうと考えていたのです。これ以降ヒトラーは何度も作戦の実行を命令しましたが、度重なる悪天候により何度も中止、宣戦布告を行って戦争が始まったものの、睨み合いが続いて戦闘が全く行われないという奇妙な戦争になっていきます。そんな時大事件が起こります。なんとドイツの作戦計画書を持った空軍将校2名がベルギーに強制着陸させられたのです。こうなるとヒトラーは、ドイツ軍の作戦が漏れたかもしれないと考えて作戦を変更。新しい作戦として奇襲を行う計画が浮上してきます。その計画の概要は、まずドイツの軍勢を3つに分け、それぞれに任務を与えます。北部にいる軍勢の任務は連合軍を引きつけて他の戦線に移動しないようにすること。南部にいる軍勢の任務はマジノ線の連合軍を引きつけて他の戦線に移動しないようにすることでした。つまりこの2つはおとりです。そしてメインはその中間にいる軍勢で、ここに戦車の7割以上を集めて通行不可能と思われていたアルデンヌの森を強行突破するという作戦でした。この作戦のもと始まったのがフランス侵攻です。ドイツが国境を越えた、その知らせを聞いた連合軍は続々と国境の突破を開始。ということでベルギーは連合軍が到着するまで持ちこたえなければなりません。
ここで活躍するのがベルギーが誇る難攻不落の要塞、エヴァン・エマール要塞です。この要塞は当時世界一の防御力を誇るとも言われた要塞で、1200名の兵力で守られており、ドイツ軍がここを落とすには数週間はかかると予想されていました。ベルギーがここでドイツ軍を止めることで、連合軍が到着するまでの時間を稼ぐことができると考えられていたのです。しかしドイツ軍は奇襲に出ます。なんとグライダーを使って空から攻撃してきたのです。要塞の屋上に強行着陸すると、爆弾によって砲台を潰しながら要塞内部に侵入。こうしてエヴァン・エマール要塞はわずか30時間で制圧され、あっという間に全員が捕虜とされました。こうなると大変です。ベルギーは連合軍が到着するまで時間を稼ぐことができませんでした。そうこうしているうちに北部にいたドイツ軍は迅速にベルギー領内に侵入。これを見た連合軍は慌てます。とにかく進め、防御の配置につけとせかされながら前へ前へと進んでいきますが、その後方ではドイツ軍がアルデンヌの森を突っ切っているところでした。連合軍は罠に飛び込む形となったのです。こうしてドイツ軍は爆撃機で爆弾を投下して、フランス軍が散り散りになったところに戦車部隊が群れをなして突進。その戦車部隊の後を歩兵部隊が突撃するという、まさに雷のような速さでフランス軍をなぎ倒していきます。こんな戦い方はフランスもイギリスもこれまで経験がなかったし、予想もしていないものでした。とうとうドイツ軍の装甲軍団は連合軍の背後を回り海まで到達。連合軍は包囲されて多くの軍勢が孤立してしまったのです。こうなると連合軍は総崩れです。ドイツに蹂躙されたオランダとベルギーは降伏し、北部に取り残された約100万の連合軍は徐々に包囲網を狭められ、じりじりと追い詰められていきます。このまま放っておけば連合軍は海岸でおびただしい数の屍を晒すことになるでしょう。ところがこの時、連合軍にとって思いがけない幸運が訪れました。ドイツの進軍が止まったのです。ここでドイツ軍が止まった真相は分かっていませんが、この時のヒトラーは決戦はベルギーではなくフランスであるべきだと言ったり、陸軍は十分活躍したから空軍を活躍させようと言ったりしていました。そのような考えだったため、ヒトラーがドイツ軍の進撃をストップさせ、ダンケルクからわずか 24km のところで戦線が停止したと言われています。この進撃が停止した2日間で連合軍は防衛線を構築し、守備態勢を取っていきます。このような状況を見たイギリスのチャーチルは、囲まれたイギリス軍を失うわけにはいかない、本土へ撤退しろと命令。その撤退作戦は軍艦は当然のこと、輸送艦や貨物船、大型ヨットまでありとあらゆる船がイギリスから出発し、ドーバー海峡を渡って囲まれた兵がいるダンケルクへと助けに行くという作戦でした。当然ドイツ軍も黙って救出をさせることはありません。撤退を行う連合軍に対してドイツ空軍が容赦ない爆撃を加えたし、包囲網を狭めようとして歩兵部隊も攻撃をしていきます。そのような激戦の中、イギリスからやってきた船が救助を行い、連合軍はイギリスへの撤退を行っていったのです。この撤退作戦で助けられた人数は最終的に34万人。絶望的な状況からの奇跡ともいえる撤退でした。チャーチルは撤退作戦を打ち切った日に議会で、我々は海岸で戦い、平野で戦う。決して降伏などしないと宣言。それに対してヒトラーは、我々は連合軍を打ち破ったと誇らしげに宣言し、ついにフランスの首都パリに向けて進撃を開始していくのです。